久しぶりです。脊柱管狭窄症のオペをしてから早4ヶ月が過ぎました。つい先日、ようやく日常生活に問題なしのお墨付きがいただけると思っていましたら、なんと担当医が急遽お休み、次の診察は2ヶ月後。信じられないという今の状況です。ただ他の先生から状態は悪くないとおっしゃっていただいたので、もう乗っちゃいます。もう1年経ちました。どこに行こうか。今、思案中です。そして、今回の内容です。これに関しては、それぞれいろいろなお考えがあると思います。見た目、もしくは性能、でしょうか。まずは見た目の変化に対して、ノーマルルックが好みの方は変更することはないでしょう。カスタムが好きな方はマフラーと合わせて変更したいパーツの筆頭だと思います。まあ、ノーマルルックが好みでカスタム感を出したい方には初期型のホイールを選ぶという方法もあります。フロントはゲイルスピードっぽく見えますが18インチ。リアも後期型とは違いますが15インチのため、デフとディスクローターでほとんどデザインは見えません。一般的な VMAX と雰囲気が変わりますが、ノーマルホイールです、と強く言えます。今でもヤフオクで見かけますが、もう40年ものです。品定めは慎重に。そして、社外品に関して。社外品のデザインに関しては、これはもう好みですよね。高級感があるアドバンテージのエグザクト、定番のゲイルスピード。私は古い人間ですので大マグには見た目以上の思い入れがあります。マグネシウムは伊達じゃない。あとはバイクに求める雰囲気に合わせて選ぶ。フロントを細くリアを太くするとチョッパーっぽくなったり、あとは色によっても雰囲気が変わりますよね。黒いホイールで締まった雰囲気にしたり、メッキや鏡面アルミでビカビカにしたり。ただ VMAX のホイール選びに関してはフロントを17、18どちらにするか、リアタイヤを太くして迫力を出したい。この2点が大きな悩みどころでしょうか。まずフロントの17インチと18インチについて、17インチにするとノーマルの状態からタイヤの外形が変わりますので直進安定性が低下し、旋回性や切り返しが良くなります。これは変更した時に確かに感じました。特に左右に連続するコーナーを曲がる時などはかなり変わります。ただ首都高などの大きな R を曲がる時などは18インチの時の方が安定してました。デメリットとしては、まず速度計が正確ではなくなります。メーターギアの変更などの対応が必要になります。私はスピードメーターを電気式に変更し、メーター交換とともに対応しています。次に、フロントフェンダーとタイヤの隙間が大きくなるので、フロントフェンダーを下げるなどの加工が必要になります。私は最初、アルミパイプを切って取り付けていました。今はアクティブのカラーを取り付けています。そして、フロントが下がることで、ステップや場合によっては、液パイを擦りやすくなります。こちらが18インチの大マグと17インチのゲイルスピードの大きさの比較です。結構違いますよね。前から見るとこんな感じです。実際に取り付けた時の比較ができる写真がないのでイメージで。17インチ化によって結構前が下がっています。去年私がツインリンクの出来で走行した際、左右のフロントの液パイを吸っていました。あれはもちろん液パイの形状もあるんですが、この17インチ化の影響が大きいのかなと思います。先ほどの写真で17インチと18インチの差をイメージできたと思うのですが、実はノーマルのタイヤ外形と比較するともっと差があるんです。こちらをご覧ください。これは先ほどの18インチ大マグとノーマルホイールの写真となります。この比較でもかなり差がありますよね。
ということで、ノーマルと先ほどのゲイルを比較すると、もっと大きな差を感じると思います。そしてリアについてです。リアについては、先ほどの通り、タイヤを太くしたい人が多いと思います。目的は、見た目の迫力アップと、パワーをしっかり路面に伝えたいためでしょうか。デメリットは、フロントの時と逆で、曲がりにくくなりますね。あとは、路面追従性が悪くなります。ただ、もともと動力性能を売り文句にしているバイクではないので、やはり見た目が大きいですよね。そして太いタイヤを履かせるためには、ホイールのフランジ形状が関わってきます。ダイマグ H セレクションや TVM は 5.5J。ゲールスピードは 6J。そのため、ダイマグでは170、ゲールでは180を履かせてる方が多い印象です。この170と180の雰囲気の差は、自分では結構変わったなぁと思う印象ですが、他の人からは気にならない程度の変化だと思います。ゲールについては190もハマるんですが、タイヤの銘柄によってはスイングアームに接触するようです。あと、取り付けについて 5.5J だとタイヤの空気を抜けばギリギリそのまま装着できました。6.0J は入りません。デフのボルトを緩め、ずらす必要がありました。このリアホイールについて、私の勝手な印象を述べさせていただきます。まずゲールスピードのオフセット。ノーマルでも 4mm 程度、ゲールで 7mm 程度、右にタイヤの中心がずれます。これに関しては、気にしないのが一番だと思います。ショップに頼んで対策してもらうのは問題ないんですが、個人ではやめておいた方が無難かな。私がオーバーのスイングアームへ変更した時なんですが、ピボットを締め付ける際、左右どちら側から締め付けるか悩んだことがありました。結果、正規ではないと思われる方から締め付けを行ってしまったんですが、それだけでユニバーサルジョイントからイオンが発生しました。リアホイールを手で回すと分かり、エンジンをかけていると気づかない程度です。おそらく、ユニバーサルジョイントのクリアランスはシビアです。ノーマルでもオフセットさせていることからも、ここはそのままにしておく方が良いかと思います。タイヤはラジアルになり、サイズもワイド、ホイール交換によるスイングアームへの影響は、かなり大きくなっているはずです。素人が挑戦するなら、デフ以降、数ミリ程度の調整でしょう。あとは、ホイールのサイズアップは、タイヤの太さのみならず、横からの印象も変わります。車体を大きく見せたい方は、この辺りも考えてみると良いかもです。まあ、好みが最優先ですけどね。以上、だらだらと個人的な意見を述べさせていただきました。いろいろ喋っていますが、結局自分が好きな雰囲気に仕上げるのが一番ですよね。ノーマルもかっこよい。だから皆さん買っているわけです。間違いない。この動画が皆さんのお気に入りの1台を仕上げる参考になれば幸いです。そして、この動画を作っている最中に我慢できずにちょっとだけ乗りました。車検以来1年ぶり。ちょっとチョッパーっぽいかな。かなり目線が高い。腰は楽なんですが。まあいずれにせよ、これで復帰できたと言ってもいいのかな。これからもよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。